国と子たちの御事。世界が混沌の卵のように揺らいでいたその時、天地が分かれたその瞬間、最初の大地に立ったとされる神こそ国と子たちの御事。日本書紀本書において最初の神とされる存在です。世界がなお混沌に包まれ、天と地すら定まらぬ頃、清き者は天へ、重き者は地へと沈み、その狭間にこの神は生まれたと伝わります。その姿は葦の目のように燃えいずるもの。日本書紀はこれを天地の始まりに立つ最初の神聖なる兆しとして描いています。名のとこたちは長く揺るがず立ち続けること。国と子たちの御事は国土そのものの恒久と安定を司る根源神として仰がれてきました。すべてが始まるより先に最初の大地へ立った神。その静かな威厳は今なお国の礎の奥深くに息づいているのかもしれません。神格、神のもとつこと。正式な神名、国と子たちの御事。日本書紀本書における正式名として扱われています。所属、天地開闢の最初神。日本書紀本書において剣道独家の神として天地開闢の後最初に現れた神とされます。天津神という枠組みをも超えた日本神話の最初の神として独立した絶対的根源神の位置を占めます。日本書紀のアルフミでは国薩地の御事、豊雲布の御事とともに剣道独家によって生まれた住男の三神の一柱とされ、その筆頭に位置づけられます。性別、男神。日本書紀本書では陽気のみを受けて化粧した住男の神とされます。これは古事記における一人神的中性的な描写とは異なり、明確に男性性を帯びた原初神として描かれる点が特徴です。別名と表記揺れ一例。読み方には国のとこたちの御事、国と子たちの御事の二通りがあり、神社や祝詞によっては短縮形が用いられることもあります。また後世の神道思想において複数の表記と尊称が伝わっています。同一視される存在一例。雨の水上主の神、宇宙根源神として同一視対比されることがあります。豊受の狼、伊勢神道において普遍神格として重ねられる例があります。大元尊神、中世以降根源神格として集合されることがあります。司る者、国土生成、大地の恒久性、国家永続、万物生成の根源。床たちの名の通り、揺るがぬ大地と国の永続を象徴する神格とされています。主なご利益、国家安泰、家運隆昇、土地守護、海運承福。国土安定の根源神として広く守護、基盤安定のご神徳が語られます。鎮座地、広く知られる社の中からいくつかを挙げています。玉木神社、主催神として祀られる古社。熊野奥掛の霊場としても名高く、聖地中の聖地とも称されます。日本書紀における最初の神を祀る社として特別な崇敬を集めています。国と子たち神社、主催神として鎮座。天下る山と伝わる天のかぐ山の頂に祀られ、剣道独家の神格と強く結びつく霊地とされています。天居、いくつかの主要な文献を挙げています。日本書紀
巻第一神の世の神の巻。天地開闢の本殿において最初に現れた神として記されます。日本書紀アルフミ第1から第6。遺伝群において別名異なる出現順派生伝承が伝わります。古事記国の床たちの神として登場。同一神格でありながら神代七代の第一代として異なる体系の中に位置づけられています。神農小陶記中世神道思想において根源神国祖神としての解釈が展開されます。神事周囲国床たちの御事は後世になるほど神格を増した神として知られています。中世には吉田神道で宇宙根源神とされ、近代には大本教火付神事などで国祖神として特別な信仰対象となりました。危機ではただ静かに最初に立つ存在でありながら、時代を経るごとにより大きな神格へと育っていった。そこにこの神の特異さがあるのかもしれません。最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。この奥深い世界に心を留めていただけましたら、チャンネル登録や高評価で応援いただけますと幸いです。